無邪気で純粋なテテは、幼少期からおじいちゃんとおばあちゃんの下で大切に育てられてきました。今回は、そんなテテのおじいちゃん、おばあちゃんとの心温まるエピソードをお届けします。テテの育ての親でもあるおばあちゃんとの思い出は、やはり胸が熱くなるものばかりでした。テテが幼い頃、どのように育てられてきたのかがわかる話も盛り込んでいますので、ぜひ最後までご覧ください。テテは、おじいちゃんとおばあちゃんに育てられた。テテは、幼い頃から、両親とではなく、おじいちゃん、おばあちゃんと暮らしていたという話を、ご存知の方も多いと思います。以前インタビューで、一番大切で両親のような存在、だと明かしたこともありました。母の日には、おばあちゃん、僕を育ててくれてありがとうとのコメントとともに、幼少期におばあちゃんと撮られた写真を投稿したことも、それほどテテの中でおばあちゃんの存在が大きいことがわかりますよね。おばあちゃんからあなたのファンをたくさん愛しなさいとよく言われていたというテテは、ウィバースなどでファンたちの投稿へコメントをし、まめに交流を持っていますよね。おばあちゃんからの言いつけを今でも守ってくれている証拠だと思いませんか？テテが純粋でまっすぐ育ったのは、おじいちゃん、おばあちゃんの影響が大きいのでしょう。おじいちゃん、おばあちゃんとの思い出。インタビューなどで、おじいちゃん、おばあちゃんとのエピソードをよく語ってくれていたテテ。中でも、おばあちゃんとの思い出をよく口にしており、思わず、くすっと笑ってしまう話も飛び出していました。日本の雑誌のインタビューで、反抗期が来た時に、一度だけおばあちゃんに口答えしたら、ボコボコに殴られて、そのまま反抗期は終わりました。と、テテのおばあちゃんは優しいだけではなく、時には厳しくテテを育てたことがわかるインタビュー内容でした。テテの反抗期にも屈せず、愛ある鉄拳を振るったというおばあちゃんは、かなりパワフルな方だったのでしょうね。また、優しく思いやりあふれるテテの性格上、それ以上おばあちゃんに反抗することはやめようと思ったのかもしれません。なんとも微笑ましいエピソードだったので、心が温かくなりましたよね。デビューしてからも、おじいちゃん、おばあちゃんを気にかける。練習生として事務所へ入所するため、ソウルに上京したテテは、デビューしてからも多忙を極め、なかなかおじいちゃん、おばあちゃんと会うことができなかったといいます。しかし、そんな忙しい中でも海外へ行く際には、必ず電話で行ってきます。と伝えるようにしていたとのこと。2016年に BTS のリアリティ番組ボンボヤージュ北欧編で出発前に電話をかけているテテの姿が、おばあちゃん、テヒョンだよ。行ってくるね。行ってらっしゃい。体に気をつけるんだよ。気をつけるよ。おじいちゃんは聞いてるよ。話しなさい。と、たわいもない会話でしたが、テテがおじいちゃん、おばあちゃんを大切に思っていることが伺えました。仕事といえ、ど海外で過ごすとなると、少なからず、おじいちゃん、おばあちゃんの心配も大きくなりますよね。そんな時に、テテの声を聞くだけで、少しは安心することができたのではないでしょうか。また、ボンボヤージュ北欧編のインタビューで、これからは、おじいちゃんとおばあちゃんに親孝行しないといけないと思います。次は、絶対両親と弟たち、おじいちゃんとおばあちゃんみんなを連れて旅行に行きたいです。と語っていたテテ。さらに、自分のことを考える前に、自分のために頑張ってくれている人のことを思うと、正しいことができます。と、家族への思いを明かしており、テテにとって、家族がどれだけ大切なのかがわかるシーンでしたよね。おばあちゃんが亡くなった時、2016年9月3日、おばあちゃんっ子だったテテに、とても悲しい出来事が
それは仕事で訪れていたフィリピンで大好きだったおばあちゃんの訃報が届いたのです。この日はショーチャンピオンインマニラに出演しており、テテはインタビュー中もうつむくことが多く、その様子を見たファンたちはテテ疲れているのかな、大丈夫かなと心配するほど元気がありませんでした。その後2016年10月10日にアルバム「ウィンズ」でカムバックを果たした BTS。 この頃に開催されたサイン会でファンからの手紙に涙したり、出演した音楽番組のビハインドでもう少し早くカムバックすればよかったなど、振り返ってみると様子がおかしかったテテ。また音楽番組で1位を得た時には、おじいちゃんおばあちゃん本当に愛しています、ありがとうございます、やおばあちゃん愛していますなどとコメント。テテはこの当時おばあちゃんが亡くなった寂しさと戦っていたのでしょうね。おばあちゃんが亡くなったことをテテが明かしたのは2016年11月12日に韓国で行われたファンミーティングの時でした。エンディングコメントで、今話さないともう言えなくなりそうなのでと切り出したテテ。14年間育ててくれたおばあちゃんが亡くなったとフィリピンのマニラで聞いたこと、また自分のすべてを受け入れてくれていた存在がいなくなったことがとても辛かったと明かしてくれました。おばあちゃんがいつもテテがテレビに出ているところを一度だけでも見てみたいと言っていたそうで、テレビで愛していると言いたかったけどタイミングが合わず伝えることができなかったことが一番悔やんでいるとも。最後におばあちゃんが空から応援してくれていると思うので、それを信じて頑張ります。だから僕たちの一番愛するアーミーも僕の大切なおばあちゃんを少しだけ覚えておいてくださいと涙ながらにコメントを締めくくりました。ファンといえども大勢の観客の前で大切なおばあちゃんが亡くなったことを伝えるのはさぞかし勇気がいったことでしょう。涙しながら話すテテにもらい泣きしたファンの方も多かったのではないでしょうか。両親との関係も良好。幼少期からおじいちゃんおばあちゃんの元で暮らしていたテテですが、お父さんお母さんのこともとても大切にしていますよね。なんて言ったってテテのロールモデルはお父さんであることはファンの間では有名です。BTS の公式ツイッターに若い頃のお父さんの写真を投稿したことや、お父さんとは友達のように仲がよくいろいろ話します。真似したいところが多くあると明かしたこともあり、テテがどれだけお父さんを尊敬しているのかが伺えました。また BTS のリアリティ番組「イン・ザ・スープ」シーズン1でテテのお母さんの手料理が登場したことが話題に、イン・ザ・スープへ向かう道中にとメンバー全員分の手作り弁当を用意してくれていたテテのお母さん。とても美味しそうなキンパとサンドイッチで、メンバーたちも美味しいと次々と声を上げていましたよね。そんな喜んでいるメンバーたちを見て、テテはとても嬉しそうな顔をしていました。このことから今も昔も変わらず、テテと両親の関係は良好のようです。まとめ。いかがでしたでしょうか。今回はテテのおじいちゃんおばあちゃんとの心温まるエピソードや両親との関係性についてもご紹介しました。こんなに優しいおじいちゃんおばあちゃん、そして両親がそばにいたからこそテテが心優しくまっすぐに育ってきたのでしょう。これまでにインタビューなどで家族について多く語ってきたテテは本当に自分の家族を愛しているのだと思います。素直に気持ちを伝えられるのは彼の最大の魅力でもありますよね。